グーテンターキヒビンコー、どうもこうです。本日は国際会議に参加するためにカンクン、メキシコに行く Vlog になります。本日の行きはですね、こちらに見えます通りトロント行きです。トロント経由メキシコカンクンっていう感じですね。フランクフルトから飛びました。カナダエア僕初めて乗ったんですけども、めちゃくちゃね良かった点がありまして、こちらです。ご飯、僕の口にめちゃめちゃあって、カナダ航空のご飯美味しいなとびっくりさせられました。これが最初に出たご飯なんですけど、多分シンガポールとかと同じで、あれですよね、カナダとかシンガポールって若干チャイニーズ中華料理が多いと思うんですけど、その影響で僕の味覚にめちゃめちゃ合う料理が出てきました。はい、動画だとダイジェストなので一瞬でトロントに着いたんですけども、空港に着くとこんな感じでメープルがたくさん置いてあったりとか、よく見るこのカナダっていうパーカーとか、結構デザイン性も優れてていいですよね。で乗り継ぎで次はカンクンに向かいます。こんな感じで、これまたあっという間に、着いたようなダイジェスト動画になったんですけども、カンクンの上空見ての通り木や海がたくさんあって、本当に陸地というか人が住んでる場所っていうのは、一箇所に集中してるんだなと思いました。今回僕カンクンから外に出るみたいなことはせずに、近場でそうですね、国際会議なので発表聞いたりとかしてたんですけど、次回はねぜひカンクンの外を出ていろいろと観光したいなと思った次第です。到着して最初に大変だったのがタクシーで、僕予約するのを忘れたのでおそらくぼったくられちゃったんですけど、結構お金を払って今回のプレジデンテホテルっていうところに泊まるんですけど、そこに向かってる様子がこちらです。見ての通りね、僕バリ島行った時もこんな感じだったと思うんですけど、ヤシの木がたくさんあって、もう南国っていう感じでした。でカンクンはリゾート地なのでこういったホテルがたくさんあって、ビルのような高いビルのようなものから、なんていうんですか、平屋で、長いホテルとかもありました。そしてこちらが今回泊まるプレジデンテインターコンチネンタルホテルになります。ホテルの内装はこんな感じ、綺麗ですよね。外の景色はこんな感じ。今回ありがたいことに会議持ちで僕はお金払ってないです。エントランスこんな感じです。ではここからはライブの会話です。おはようございます。本日は国際会議に参加してカンクンメキシコにやってきています。こちら後ろに見えますのが今回宿泊しているインターコンチネンタルホテルになります。そうですね、めちゃくちゃ綺麗なホテルで、カンクンも今のところもうザ観光地みたいな感じがします。で周りも後で動画貼るんですけど、ヤシの木がこんな感じでたくさんあって、めちゃめちゃなんか旅行観光地みたいな感じがします。会場はここから15分ぐらいで歩きで行けるそうなんですが、毎日シャトルバスが通ってるみたいなので、それに乗ったりして時短しようかなとか思っています。そうですね、これからいろいろご飯とか、本当初メキシコなんでどんなものが食べられるのかも全く分かんないんですけど、現地の友達とか、現地に詳しい人、友達作っていろいろ案内してもらえたり、あとは日本人の方々も結構来るので、その人たちと行動して、美味しいお店とか見つけれたらなと思っています。一旦以上です。今ホテルのスパにやってきました。こっちがいいかな、これスパ。こっちでスパっていうとなんかこういうプールとかサウナとかそういうのが多いんですけど、スパがこんな感じで、この建物も南国感がすごいんですけど、プールも本当にめちゃ広いです。
もうちょっといろいろ進んでいきますか。結構各所にプールが配置されてるっぽいですね。なんかチェスみたいなのある。こっちにもプールがあって座ってゆっくりできたりとかしそうですね。チェス見つけました。これ動くのかな。これほらチェス盤がチェス盤があります。動くのかな。動く。ハリーポッターみたいな感じでプレイできますね。めちゃくちゃ綺麗。ライフガードさんのやつとかすごい。ここ10時からみたい。はあ、すごいね。綺麗すぎる。うおー、すごいすごい。なんかこの海の境目、色が違うのとか面白いですよね。多分深さで違うのかな。めちゃくちゃ綺麗。この通り海が綺麗。すごっ。なんかあんのかな、こっち。とりあえず歩いてみてるけど、なんだ。外か。そういうこと。海からこれは繋がったりしてんのかな、多分。下見るとこういう感じ。すごいね。このまま進んでいくと結局ホールみたいなのがあるのと、これか、ソファーの休憩スペースみたいなのがあります。だから外でちょっと仕事したかったりとか、休憩ゆっくりなんかのんびりしたいなって人はきっとここに来るんでしょうね。ほらこんな感じ。トゥールームっていうのがあれなのかな、コンベンションセンターみたいな感じなんですかね。それかなんか大人数の食事会とかこういうとこでやるのかな。もうドアがでかいですよね、こういうところって。ほんといいっすね。せっかくなのでプールに入ったんですけど、プールの水はキンキンに冷たいっていう感じではなくて、割とぬるい感じでした。なんか温水プールみたいな感じかな。外がね暑いので、冷たい方がいいなと思いつつ、体びっくりしないからいいかなと思いました。で、僕がここ入ってるところが誰も来なくて、なぜか貸し切り状態。ずっとめちゃくちゃね広かったんですけど、一人でずっと使ってました。ラッキーって感じ。みんな海側に行っちゃうんですよね。これちょっとホテル側というか内側にあるので、あんまり来ないのかな、海見たいとかで。こちらが夜の様子で、見ての通りまた全然変わりますよね。で、夜もね案の定誰もいなくて、こんな感じで一人で泳いでました。これ到着した当日かなとかだったんですけど、だいたい出張とかって前日入りするんで、当日の発表とか前に泳いでリフレッシュして、時差ボケを直すために疲れさせてっていう感じでしたね。めっちゃ最高でした。バタフライとかもね人がいないのでできましたね。水しぶき飛ぶんで、あんまり人いるとねバタフライとかやりたくないというかやんない方がいいと思うんですけど、思う存分しぶきを上げて開放感バッチリでしたね。
続いて朝ごはんなんですけど、見ての通りフルーツがたくさんありました。取り放題ですね。ビュッフェ形式だったんですけど、ドイツいると、一人暮らしとか、一人でいる時ですね、奥さんといる時は全然よく食べるんですけど、野菜とか果物を摂取する機会があんまりなくって、ここでメキシコの出張で久々に果物と野菜を摂取するみたいな現象が起きてます。体が喜んでましたね、この時は。でこれが、お昼に国際会議の近くかなにあるお店に行った時なんですけど、演出でドリンクを頭の上に乗せるという、何のためにそれする必要あるんっていう感じの演出です面白いですよね。やっぱメキシコって愉快だなと思います。これが、DC っていうのに今回参加したんですけど、その発表した人たちとその担当したオーガナイザーかなで夜ご飯を食べてる様子です。なんかシャンパンかなんかが開いて他の席がこんな感じで騒いでるのを見てはすごいなと思いましたなんかなんて言ったらいいんだろう、クラブとレストランが合体したみたいな感じなので、会話はしにくいですよね。隣の人と常に大音量みたいな感じで、これは同じお店ではないんですけど、他のメキシコのお店で、ここも美味しかったですね。車で連れて行ってもらいましたチーズにテキーラかけて火をで熱してこう引火させるみたいな感じなんですけど、これも別のお店ですね。夜ご飯で来たお店なんですけど、この隣の席の方かなが誕生日かなんか祝い事で、マスクの仮面の店員さんが来て祝ってたという、はい、そんな感じのご飯でしたね。It is an honor to receive for the first time in Mexico and in Latin America such a diverse community integrated with talented learning and growth that this event embodies. Let us dive into this immersive experience, enjoy such an inspiring conference, and make the most of the opportunities ahead. これが会議の最終日かな、最終日前日かにあったレセプションですね。最後に今回発表した人の中でどの発表が優秀だったかとか、そういう発表が国際会議では大体あるんですけど、それを美味しいご飯を食べながらみんなで発表を祝うという感じの会になります。結構この時間僕好きで、新しく友達になる人とか知り合いが増える、ネットワーキングできる場だなと思ってて、そこから共同研究とか、留学とか、あとは、客員研究員としてね、そこにお邪魔したりとかっていう、なんかいろいろ将来につながる時間になったなと思ってます。直近何かするっていうわけではないんですけど、長い目でこういう時間のおかげでできる友達は大事にしたいなという印象です。で、ごめんなさい、長々とそんな話をして、もっと面白いことが目の前で起きてると思うんですけど、これが、メキシコなのかな、分かんないんですけど、伝統的なダンスみたいな感じらしくって、おそらくね、神に祈ったりとかそういう背景があるダンスだと思うんですけど、衣装がすごいですよね。なんかもう羽がすごいみたいな感じ。僕背景の話をしたのか分かんないんですけど、誰かと話してたから聞いてなかったのか分かんないんですけど、全然分かってなくて、結構な長尺でやってたのにだいぶ理解しなかったから、もう雰囲気だけを楽しむっていう感じでした。こんな感じでね、音楽のテンポも変わったりして面白いですよね。これキリンですよね。キリンがなんかなぜか飛び蹴りしてるという感じですよね。なんか下手なこと言わないようにしたいので、あんまり触れませんけど、本当にキリンを表現するダンスで、ほら飛び蹴りしてますよね。不思議だなと思いながら見てました
面白いですよね、こういう異文化交流、異文化交流。本当ね、なかなか自分ではこういうショーを見にね、どっか行くってことはないので、こういう提供してくれたのはすごくありがたいです。Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie, por favor. Good night. We invite you all to stand up. で、これがね、体感型イベントみたいな感じなんですけど。Una noche especial. This is a special night. En la cual voy a pedir protección para cada uno de ustedes. 長いって話してますね。なんかさっき言ったネットワーキングみたいなのをしたい人からすると結構なんかショーが長いのは気になったんじゃないですかね。まあ楽しいのでいいとしましょう。Representado de color amarillo y yellow color. There, you should really see it today. Welcome to our final closing session. So we're so excited to tell you a little bit more about what happened, to tell you, all the things that you've been experiencing, and to give you some interesting statistics of what you all have been able to do today.はい、というわけで次回はオーストラリアで開催される、メルボルンで開催されるようなんですが、そんなこんなで僕は、今度はドイツに帰国という感じです。今回のドイツの行きはトロント経由だったと思うんですけど、帰りはアメリカワシントン DC 経由でした。でアメリカも、カナダも、仮ビザみたいなのが必要で、両方ともビザを取って飛びました。でそうですね、別に滞在するわけじゃないんですけど、一応入国するというわけでそこら辺のチェックがされるわけですね。で僕が面白いなというか、聞かれるだろうなと思ったところとして、アメリカに着いたタイミングで、どこから来たの？カン君から来たんだよねって言ったら、カン君で何してたのって言われて、国際会議があって参加して発表してきましたみたいな話をしたら、カン君で国際会議みたいなことを言われましたね。やっぱりあそこは飛行機で上から見た時に皆さんも感じたと思うんですけど、圧倒的な観光地で仕事をする場所じゃないというところを、みんな認識しているからか、入国審査の際にそれを聞かれてしまうという感じです。普通にケラケラ笑ってただけなので全然問題はなかったんですけど、あんまりね英語が得意じゃないとそこら辺が引っかかっていろいろ嘘ついてんちゃうかっていう風に思われるんじゃないかなと思うので、そこら辺は英語が得意でよかったなと感じましたね。はい。あとは何ですかね、ドイツにそこから戻りますみたいな話をした時も、ドイツで何してんのって、博士課程で今研究してますよっていう話をして、すごいねみたいな話をして、その辺のアメリカの入国審査って厳しいっていう話をしてたんですけど、確かにドイツだと僕一言も聞かれないことが多いですね。レジデンスパーミットがあるっていうのもあるんですけど、そこら辺を見せて何か聞かれてもそんな一言二言で終わるっていう感じなので、久々に入国審査であんなに会話したなという印象です。いつもフランクフルト着の映像は撮ってるんで、今回は端折ってワシントンに着いた際の動画だけを貼っております。というわけでね、今回はこんな感じで Vlog 以上です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらおまけの動画で、フリーマーケットみたいなところにも行ってきたので、その時の映像と一緒に、さよならを言わせてください。